今週の出雲ラボは古い G ショックをレスト。休日に普段使いできる少しおしゃれな感じに仕上げてみました。実はこれちょっと有名な機種なんだそうです。何の曰く付きなんでしょうね。思い出も一緒に蘇る意外と楽しい腕時計レスト。よかったら最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。今週は古い G ショックを分解してお掃除。さらに部品交換などしてカスタマイズしてみました。実はこれ父の形見だったんですよね。教室で最後まで使っていた時計でした。長いこと僕の机の隅で眠っていたのですが、ちょっと調べてみたら G ショックって交換部品も結構手に入りやすい。で、レストアやってみました。このままガラクタに埋もれていくより、使ってもらった方が時計も父も喜ぶよね、とか思ったり思わなかったり。あはは。まあ、締めっぽい話は置いときましょう。では動画を紹介していくで。とりあえずこの時計、カシオの DW5600E1 というモデルなんですけど、なんかスピードモデルって呼ばれてるらしいんです。なんでかっていうと、これの前のモデルをスピードっていう映画の中でキアヌ・リーブスがつけたんですって。で、有名になったんですが、映画が公開時にはすでにそのモデルは生産終了。後継だったこのモデルがスピードモデルって呼ばれるようになったって話です。というのは、この動画のためにこのモデルについて調べてて初めて知りました。動画も作ってみるもんですね。画面ではベゼルを外しているところ、外す作業はまだ安心なので電動ドライバーを使っています。ベルト外す過程でベゼル壊れちゃって、これは交換か修理か迷うところです。だいぶ細かい傷も入ってたんで、酷使されたんでしょう。すいません。だいぶ汚いですよね。では庭仕事好きだった人なので、この時計をつけて汗をかきかき、いろんな作業をしてたんでしょうね。いろいろ思い出しちゃいました。いろいろ思い出もありますが、容赦なく掃除していく。エタノールを薄めたもので拭き取っていきます。こういう作業割と好き。なんか仕事したなーって気分になるからね。時計修理の職人とかになりたい人生だった。嘘です。今思いつきました。最近テレビによく出てくる古い家電を修理してるおじさんがすごく羨ましい。自分の得意なことで人に感謝されるってとっても幸せなことだと思う。とか言ってる間に、次々と綿棒をダメにしつつ、掃除は進んでいきます。細かい隙間は爪楊枝とかでゴミをかき出していく。外側はこんなもんにしときましょうかね。裏蓋の隙間の汚れが気になったので外してみたんですよ。これ手で外してますけど、ここは電動ドライバーでもよかった。電動ドライバーでネジを外すときって謎の気持ちよさがあります。積極的に使っていきたい。さて、裏蓋外すと結構汚れてた。というか、この時計電池なんですよね。今時ソーラーでもなければ電波でもない。時間合わせは自分でやる。ちょっと珍しい潔さです。最近の腕時計はだいたい電波時計だったり、下手すると Bluetooth で携帯と繋がったりするやつもいて、ややこしいったらありゃしない。それを考えると、ちょっと安心できるシンプルさ加減ですな。蓋の内側もきれいにして組み直していきましょう。本当は中の基板も外したかったんだけど、あまりにみっちり詰まってるんで今回は断念。こんな精巧に作られたものをよく1万円そこそこで売れるなとか感心。利益率どれくらいなんだろう。ちなみにパッキンは結構伸びちゃってたので、買いは購入してるのですが、まだ交換してません。映像では蓋を閉めに行ってます。本体樹脂なのとネジも浅いので、ここはさすがに電動ドライバーは使えない。手で慎重に閉めていきます。ちなみにこの手のネジも各種サイズのセットが売ってました。そうか、売ってたか。そうこう言ってる間に蓋が閉まりました。パッキン微妙ですが、まあいいでしょう。
仕上げで表面きれいにしてます。だいたいこんなものかなというところで次に進みます。ベゼルは壊れちゃったので結局新しいのを買いました。これがなんと3400円。買おうか修理するか結構悩んだんですが結局買うことに。ちなみに純正の樹脂製ベゼルも3200円ぐらいでした。高すぎじゃない？まあそんなに売れるもんでもないので仕方ないですかね。結果かなりかっこよくなったので満足はしてます。はい。なんか重厚感あって見た目がぐっと良くなりました。まあ実際もいいんですけどね。この飾り気のなさが使い古された兵器に通じるかっこよさです。次はベルトの交換です。今度はお値段ぐっと下がって562円。お安い。DIY はこうありたいものです。しかもベルトだけじゃなくて交換用のバネ棒と専用工具付き。とはいえベルトそのものはお値段相応の質感で一安心。せっかく付属のバネ棒ですが、元々のより少しだけ短くてちょっと不安。ということで、元のバネ棒を使うことにしました。はめるのにはコツがいります。慣れればすんなりできそうだけど、残念ながら業者でもない限りは慣れるほどやらない。もう片方も取り付けて、ベルトが交換できました。ここでレストアに使ったパーツの紹介。全部 Amazon で買えます。まずは一番高かったベゼル。ちょっと納得のいかないお値段でしたが、結果満足度は高かったです。次がベルト。これはお安いです。お安いので耐久性等はどうなるか使ってみてのお楽しみ。パッキンですね。34mm を買いました。一応純正はこのサイズらしいです。パーツ紹介は以上になります。というわけで今週は G-SHOCK のレスターをやってみました。重機を思わせる武骨なフレームにいかにもミリタリーなグリーンのナイロンベルト。とっても僕好みの一品になりました。そもそも父の形見というのもあるし、それなりに手をかけているし、末長く付き合っていけそうです。それではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とかチャンネル登録とかよろしくお願いします。次回はちょっと DIY っぽいことをやるかもです。ではまた次の動画でお会いしましょう。